お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍の開発した、歩兵の突撃路を開く火砲、96式15センチ榴弾砲の解説をする。確か日本陸軍の野戦銃砲の中でも指折りの実戦経験豊富な火砲と認識している。96式15センチ榴弾砲は、昭和の大日本帝国陸軍が経験した主要な戦闘に参戦し、かつ、その奮戦ぶりで歴史に名を残した野戦銃砲だ。なお、大日本帝国陸軍の高射砲など火砲に関する再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。さて、96式15センチ榴弾砲の開発経緯から話していくが、これがややこしいことこの上ない。どういう点がややこしいの？帝国陸軍といういかにも大組織にありそうな話だが、後年の96式15センチ榴弾砲となる試作品と、もう一つの試作品が競合を繰り返し、どっちを優先して開発するか、陸軍内のいろんな部署からいろんな意見が出て、若干迷走した感があるんだ。部署間の対立は軍人だけあって激しくやりそうだね。この開発にかかる対立構想を紐解くにあたっては、96式15センチ榴弾砲の前身である、4年式15センチ榴弾砲の話をしなければならないと思われる。4年式15センチ榴弾砲なる大砲の話を聞こうか。4年式15センチ榴弾砲は、研究開発がスタートした年代が明治ということもあり、馬筆による牽引が前提の時代だった。ところが、それまで帝国陸軍の運用していた榴弾砲が馬筆で機動的に牽引できないレベルの重量だったので、少なくとも6灯の馬筆で起動できる榴弾砲の開発が計画され、その結果誕生したのが、4年式15センチ榴弾砲だった。同砲は帝国陸軍の野戦銃砲として200門以上が生産されたが、一貫して現場部隊より不評な点があった。どんな点が不評だったの？射程の短さだ。4年式15センチ榴弾砲は最大の射程でも1万メートルには届かなかったため、この点につき改善を要する、あるいは射程を伸長した新型の榴弾砲が必要であるという認識が帝国陸軍で共有されていった。そこで開発計画に浮上したのが、本動画の主役である96式15センチ榴弾砲だ。そこまで開発経緯は複雑じゃなくない？ここからがややこしい。まず、4年式15センチ榴弾砲の最大射程を超える射程を有する榴弾砲の設計を開始したが、ある災害によって設計図面等が消失してしまい、この計画は頓挫する。ある災害って何？関東大震災だ。木造住宅の多かった当時の南関東の都市部では火災が広範に拡大し、焼死者が比較的多かった災害だ。政府の書類も焼けてしまったか。しかし、帝国陸軍はめげることなく、新型の榴弾砲を続けて研究開発することを決定した。新型ということで主装備を研究した結果、重量が飛躍的に増加したので、馬筆による牽引は諦め、機械力による牽引を想定した新型として開発が進められた。また、これと並行して、従前の4年式15センチ榴弾砲を改良した榴弾砲の開発も決定する。この改良版については、従前問題とされていた射程を大幅に強化したものだ。日本の榴弾砲が並行して開発着手されたんだね。しかし、帝国陸軍を構成する書記官が集まった会議の席で、機械力による牽引を想定した新型榴弾砲の開発を優先するのか、それとも従前の4年式15センチ榴弾砲の改良版の開発を優先するのかで、激しく揉めることとなる。書記官ってどんな組織たちが参集したの？軍令を司る参謀本部、教育訓練を司る教育総監部だけでなく、陸軍技術本部、さらには教育や試験を担当する野戦砲兵学校まで参集し、どちらの開発を優先すべきか、とにかく意見百出だった。4年式15センチ榴弾砲は海外に輸出もしていたので、帝国陸軍が当該時点で保有する同砲の欠品分を補填するためにも、新型の開発は劣後させるべきとする意見など、書記官の諸事情により会議は踊る状態だった。結論はどうなったの？結論として、この会議で結論は出さないという結論となった。全問答みたいだな。この日本の火砲の開発にかかる優先順位については、さらに紆余曲折があり、
一旦優先して研究する対象として従前の改良版が採択され、試製品の完成までこぎつけたんだが、予算請求の段階では新型が巻き返し、ようやく、本動画の主役である96式15センチ榴弾砲の原型となる試作砲の開発が進捗することとなった。新型榴弾砲は馬筆での牽引を想定せず、機動力を考慮して機械力による牽引専用の下砲とし、重量も軽減する方針で設計作業が遂行された。しかし、設計作業は容易には進まなかった。なんで、また会議が踊ったかね。もともと新型榴弾砲の開発趣旨としては、4年式15センチ榴弾砲の射程に不満があったことに端を発するんだが、射程を長くしようとすると、それに比例して砲身も長くなるので、当然に重量が増す。しかし、機動力を考えると重量は軽減したいというジレンマがあった。帝国陸軍としてはこのジレンマに悩まされたが、諸言を調整してなんとか要求仕様をクリアし、試作品が完成に至る。よく調整できたな。このジレンマは試作品完成後も尾を引いており、例えば砲を支える足を長脚にするのか短脚にするのかで検討がなされ、結果として重量の軽減を考慮して短脚が採用されている。短脚にすることで何か問題は発生するの？砲撃する際の砲全体の安定性がやや不安になるんだが、それでも帝国陸軍としては、重量を軽減し、短脚にすることによって、新型榴弾砲を整列させる際の容易性も考慮したと言われる。そして、96式15センチ榴弾砲は、野戦砲兵学校での射撃試験等を経て、微修正を経て完成に至る。性能に対する評価はどうだったの？元々の開発指針に沿う形で、従前の榴弾砲と比較しての長大な射程の実現、威力、さらに機動力の安定性などが高く評価された。さらに、96式15センチ榴弾砲には新型の砲弾を使用し、かつ、炸裂する爆薬量も増加させて、威力の向上も図られている。しかしながら、現場部隊からは意外な点に関する高評価の声が寄せられたそうだ。どんな点が高評価だったの？射撃精度と射撃準備のスピードだ。先ほど言及した開発のごたごたの影響もあり、開発計画が浮上してから実戦に投入されるまでに時間がかかったことが逆に幸いしたのか、帝国陸軍の下砲技術がこの間に進歩し、当該進歩が96式15センチ榴弾砲に反映されたという経緯もある。さて、96式15センチ榴弾砲の実戦投入は、誰も予想していなかった原因により、想定よりも早く実現した。誰も予想していなかった原因とは？盧溝橋事件の勃発だ。大陸での戦闘が泥沼に突っ込むことになる事件であり、復元すると、現場の連隊長には、後年のインパール作戦で悪名を残す陸軍軍人、牟田口蓮也が就任していたことでも有名だ。盧溝橋事件を受けて96式15センチ榴弾砲は大陸に急破され、敵軍に火を吹くこととなった。この際に、長大な射程により敵軍の野砲の射程外から射撃が可能であったことと、十分な威力、さらには先ほど言及した射撃精度の高さにより、現場部隊からは大変好評を受け、本格的な増産がなされることとなる。さらに、日ソ両軍が満州国の国境で激突したノモンハン事件にも96式15センチ榴弾砲は投入されている。この時期はほんと手を広げすぎだな帝国陸軍。ノモンハン事件では、機械化された野戦銃砲兵部隊が投入されたんだが、当該部隊には96式15センチ榴弾砲が配備されていた。ノモンハン事件には貢献できたかね？ソ連軍に対し前線を重ねたものの、ノモンハン事件では帝国陸軍の幕僚らによる強引な作戦指導等が原因となり、特に後半戦では全体として日本軍がソ連軍の大攻勢に押されまくる展開となっており、96式15センチ榴弾砲を要する野戦銃砲兵部隊も、ソ連軍の戦車部隊を前に崩壊する結果となった。ノモンハン事件あたりで96式15センチ榴弾砲の戦歴は打ち止めかな？いや、第二次世界大戦にも参戦している。特に、初戦のフィリピン攻略戦では、コレヒドール要塞攻略の戦闘において96式15センチ榴弾砲は数千発の砲撃をもって歩兵部隊を支援し、
米軍の降伏という戦果に貢献した。さらに、沖縄防衛戦でも関東し、米軍指揮官のバックナー中将を砲撃で戦死に至らしめたという指摘もある。この点は96式15センチ榴弾砲がやったのか否かという点について諸説あるようだけどね。おまけだが、96式15センチ榴弾砲は海でも砲撃されている。すなわち、陸軍の船舶や鉄道輸送を担当した陸軍運輸部の協力のもと、96式15センチ榴弾砲を規定に乗せて砲撃をするという試みがなされた。どういう目的で規定に野戦銃砲を乗せるの？沿岸の海などから敵軍要塞の統治下を破壊するためだ。規定に乗せると交番の面積の関係で砲撃が困難な場合があったそうだが、戦車も搭載できる上陸用船艇たる大発動艇、通称大発であれば、補強措置の上で十分に搭載できることが分かり、実際に戦車大発動艇に搭載されて射撃試験も実施されたとのことだ。さて、以上の通り、96式15センチ榴弾砲の解説をしてきたが、戦車を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のあるご視聴者様は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍において作戦の神様と崇められた一方、その強引な手法に批判も多い清方編の作戦参謀、辻正信をノモンハン事件の視点から解説した動画です。独ソ戦とはまた違った、ノモンハンでの日ソ両軍の激戦ぶりに、辻正信がいかに深く関わり、その手腕をいかに発揮したのか興味深い。肯定と否定の評価が入り乱れる。ある意味では大日本帝国陸軍を体現すると言っても過言ではない軍人、辻正信という人物に着目をいただいてご視聴をいただければ後人の至りです。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。